キュエル。皆さんはじめまして、またはごきげんよう。同チャンネルの主に使えるゆっくりラドリット。拙者が出張するときに担当する、ゆっくりリトルナイトでござる。今回は、コメントでリクエストされていたワイト一族を活躍させる、高校特化のフルスワイトデッキを使っていくわ。高校特化となると、やはりワイトキングが活躍するでござるか？もちろん墓地のワイトによって打点が上がる、ワイトキングも活躍させるつもりよ。ただ今回は、実は優秀な初動枠、ワイトベイキングにも頑張ってもらうわ。優秀な初動枠？今回はワイトベイキング1枚からキュリオスへつなげる、いわゆる1枚初動として使っていくのよ。ちなみに、私が動画投稿を始める前は、アンデレッキでワイトベイキングも使って、今では禁止のカオスルーラーやハリファイバーへもつなげれた時期があったわ。へえ、それでキュリオス展開の場合は、ワイトベイキングと合わせて初動は何枚体制でござるか？ワイトベイキング、週末の騎士、聖剣の増援、聖剣の141で合計8枚体制ね。まあ詳しく話すと長くなるから、あとはこの戦いと後半の解説で見せながら伝えていくけど、今簡単に要約すると、ワイトベイキングからキュリオス出して、なんやかんやで53位の人とワイトキングで高校ワンキルする感じよ。それでゲールに触れていくんだけど、当然のように高校を選んでいるわ。そんな奇跡みたいなミラーがあるのでござるか？いや、普通はないわね。対戦時も思わず声が出るほどに驚いたわ。こっちがコインとスカって先行をあえて渡したけど、相手目線も高校寄りだったとしたら、動きづらそうでござるな。後ほど相手のデッキ内容を除いた感じ、少し型の違う高校寄りデッキだったわ。こんな珍しいミラーになったら、これは1戦目の映像として採用せざるを得ないでござるな。おっと、ターンが回ってきたでござる。当然ワイトベイキングから入っていくわよ。G を投げられたでござる。関係ない、行け。高校ワンキルするからね。関係ないわね。それで初動の動きを解説するんだけど、ワイトベイキング素材にリンクリボンをリンク召喚して、ワイトベイキングの墓地送り実効果でワイトプリンスとワイトメアをサーチしつつ、ワイトプリンスを捨てる。捨てたワイトプリンス効果でワイトとワイト夫人を小札デッキから墓地へ送り、さらにワイトプリンス墓地効果で自身とワイト夫人を除外しながら、デッキからワイトキングを特殊召喚よ。1回目のお出ましでござるな。そのワイトキングを素材にサクリファイスアニマをリンク召喚。さらにワイトメア効果で除外されているワイト夫人を特殊召喚すれば、キュリオスの召喚条件は満たされるわ。このキュリオス初動展開便利でござるな。ワイトベイキングが墓地へ落ちさえすれば達成できそうでござるし。そうね、構築次第では召喚機使わずにデュアベルちゃんを M 席から落としてもキュリオスを出すことも可能よ。それでキュリオスで落とした救いの架け橋から王母の石壁を持ってきて、ホルス展開から本来ならここでランク8ジフネットヴァンパイアを出すわよ。ジアンデッドヴァンパイアの4枚墓地肥やしやホルス展開のコストでワイトを増やしたり、メスキやゾンビキャリアが落ちたらワイトキングやレベル10シンクロを出せるでござるな。とはいえ、今回は相手がもうほぼ無防備状態だから、ジアンデッドヴァンパイアを挟まずにキュリオスホルスで53を出しちゃうわ。確かに、手札にメスキがあるからそれをコストで落とせば、もうワイトキングも出せるでござるな。何事も展開は最小限にね。さあ、相手の残りカードも容赦なく割っていくわよ。結局あの相手の伏せは、3戦、ブラフな上におそらく高校より手札だったのでござるな。あとは目付きでワイトキングを蘇生して、殴って勝ちね。ワイトプリンセスで打点を少し下げられちゃうけど、それでも破格の打点でござる。ワイトパンチ。相手のライフが尽きて勝利。対戦ありがとうでござる。まさかのミラーには驚いたけど、基本的な動きは見せることができたと思うわ。ちょくちょく変な骸骨が出てきた気がするけど、気のせいでござるよ。キュエル。今回はコイントスで負けたのに先行を渡されちゃったわ。相手も高校よりの可能性が高いでござるな。そういえばこのデッキって、先行の妨害は十分にあるでござるか？問題ないわ。むしろ先行も強いまであるわね。ひとまず1戦目で紹介した展開を途中まではなぞるわよ。先行後攻両方パターンのデッキでござるか。基
本高校特化で先行も結構いけるのは、以前紹介した高校特化が見たいるデッキと通ずるところがあるわね。今の環境風に組み直したら、また強そうでござるな。そしてホルスギミックは相変わらず横展開が凄まじいでござる。これだけ展開できたら、そりゃ結構な勃開は保証できるわよね。当たり前のように墓地肥やしもするでござる。ヴァンパイアの効果でゾンビキャリアも落ちたから、そのまま釣り上げつつバラネスをシンクロ召喚。早速一妨害。シンプルに強いでござる。さらにここでワイト展開もして場を埋めるわ。ワイト展開は少なくとも2体は出せるから、その分人ク素材へ回せるでござるな。ワイト目あるワイト夫人も出せば、これで週末の騎士、リンクリボー、ワイト夫人でキュリオスも出せちゃうわ。すでにヒールド魔法のサーチは済んでるから、ここは残ってるホルスを落とすわよ。メスキも落ちたでござる。ひとまずキュリオスとヴァンパイアでの素材輸送を立てて、追加の妨害を確保。余力のホルス1体と、ワイトキング、ゾンビキャリアも蘇生し、そのうち2体を素材にマスカレーナも出せば完璧ね。確かに十分な妨害数でござるな。基本高校特化なのに、ここまでの盤面も作れたら、普通に強いデッキの部類でござる。ワイトもそう思います。おっと、バラネスに無限翻用されたわね。まあそれよりもEX モンスターゾーンを巻き込んできそうなサイバードラゴンを止めるでござる。拙者なら即座に除外できるでござる。さすがリトルナイトちゃん。とはいえ、サイバードラゴンコアを産地されちゃったわね。効果自体はルーサで止めれるけど、最終的には巻き込まれそうだわ。サイバーエルタニー。これはまたマイナーなのが来たわね。対戦時思わず効果説明の長く見たわ。何気に全てを墓地へ送る効果が強いでござる。ルーサで止めたかったけど禁じられた一滴でも効果されちゃったわ。コストでクロックワークナイトを送られたから、追加のサーチもされちゃうでござる。まあレキュラスの一妨害ならフルスあたりで貫通できそうね。この状況でも棺さえ残ってれば横展開できる。ホルスの強みを感じられるでござる。高校よりデッキに対して生存できたら、こっちのものね。ターンが回ってきたでござる。ここ、最初リスクの内石域から発動して、無効効果を吐かせるように誘導するわよ。計画通り。これで墓地に残しておいた目月も安心して使えるわ。あとはもう、相手は無防備でござる。打点がすごいでござる。イム石と合わせてちょうど8000打点。綺麗な勝ちね。相手のライフが尽きて勝利。対戦ありがとうでござる。ました。先行でもある程度戦えることが分かったデュエルだったわね。コイントスや先行後攻をほぼ気にしなくていいから、精神衛生上よろしいでござるな。今まで紹介してきたデッキの中では、かなりおすすめできる部類ね。ここからは軽いデッキの解説と振り返りをするわ。今回のワイトを活躍させるデッキを組むにあたって考えたことは、ワイトそのものを奪還要因だけではなく、初動としても扱って自然と採用する理由を見つけることね。そこで考えたのが、キュリオス初動として展開に取り入れるというわけでござるか。ホルス展開へつながる救いの架け橋を落とすことと、あとは我欲がキュリオスの地味墓地肥やしでワイトを貯めること、レス既存キャリが落ちることも狙っているわ。とはいえ最も注目すべきことは墓地肥やし関係なく、運に頼らない綺麗な高校ワンキルルントがあることね。最悪目月が落ちなかったりヴァンパイアの墓地肥やしでワイトキングを撮影できなくても、その時点の場にいるリンク3キュリオスとヴァンパイアでアクセスを作れたり、救いの架け橋で手札が増えてるから余裕を持ってホルス展開もできるのよ。なるほど。確かに墓地肥やしの運に頼らずとも打点当たりそうでござる。あくまで上振れとしての墓地肥やしでござるか。その通りよ。それと、ワイトベーキングはどこから墓地へ落ちても効果を発動できるから、召喚権を使わないパターンもあって意外と貫通力あるのよね。今回のデッキは比較的安定して勝てる上に、必要な UR は汎用的なのばかりだから作りやすそうでござるな。誘発やめくり札に関しては、自由に自分の手持ちと相談して帰る場であり点や生成をもっと抑えられるかもね。あとは動画概要欄に展開と採用の詳細をブログ記事でまとめたものと、今回のデッキレシピも貼ってあるから、よければそちらも見てみてね。というわけで、今回の動画としては以上よ。ここまでのご視聴ありがとうございました。
もし取り上げてほしいカードやテーマがある場合は、コメントで教えてくれればいつかはリクエストに答えるつもりだから、気軽に話してほしいでござる。それではまた別の動画でお会いしましょうね。バイバイ。